くるみ山荘を訪問していただきありがとうございます。くるみ山荘は電気、ガス、水道の公共供給を受けないオフグリッドな環境です。メルボルン編の2回目です。メルボルンロイヤル植物園です。市内中心部のすぐ南、ヤラ川南岸に広がる約38ヘクタールの広大な植物園です。白いボトルブラッシュもあります。この独特なブラシの毛のように見える部分は実はすべておしべです。花びらは非常に小さくて開花するとすぐ落ちてしまうため、長く伸びたおしべの色がそのまま花の色になります。ここにはオーストラリアの乾燥地帯をイメージできる庭が作られています。雨が降ってきたので帰ります。この門のデザインは優美な曲線があります。1羽の鶏の骨を完全に外して1枚に開いてあります。ギリシャスタイルと書いてあります。扱いやすい便利な食材です。スチームコンベクションオーブンで焼きます。椎茸をバター炒めします。茹でたパスタと椎茸、パッサータを合わせました。電車で出かけます。席はゆったりとしています。パーラメント駅で下車します。駅の地上に出るとすぐ目に飛び込んでくる重厚なギリシャ神殿を思わせるビクトリア州議事堂があり、メルボルンの格式高い歴史がぎゅっと凝縮されたエリアです。19世紀に建てられたゴシック復興様式の壮大なブルーストーン建築で、高くそびえ立つ3本の尖塔が街のランドマークとなっています。フィッツロイガーデンズに到着です。フィッツロイガーデンズはメルボルンのシティの東隣イーストメルボルンに位置する150年以上の歴史を持つ非常に美しく広大な英国式庭園です。広さは約26ヘクタールあります。都会の喧騒から離れて豊かな緑や歴史的な建造物を楽しみながらゆったりと散策するのに最適な場所です。これはフィッツロイガーデンズにあるコンサーバトリーファウンテン、あるいは少年と蛇の噴水と呼ばれているとても歴史のある噴水です。中央の丸い台座の上に男の子が立っていて、その体に大きな蛇が巻きついているデザインになっています。ここには The Conservatory という温室があります。1930年に建てられたスペインミッション様式の美しい建物で、室内には季節ごとに見事な花の展示が行われています。年に5回入れ替えが行われます。見事なエルムの巨木が立ち並ぶ遊歩道が整備されており、園内のフィッツロイガーデンズカフェでは緑に囲まれながらコーヒーや軽食を楽しめます。フィッツロイガーデンズにあるクックスコテージです。この家は元はイギリスのノースヨークシャーにありました。1755年にジェームズ・クックの両親によって建てられました。1933年にイギリスのヨークシャーにあったこの家が売りに出された際、オーストラリアの実業家、慈善家であったラッセル・グリムウェイドが購入しました。彼はオーストラリア東海岸に到達したクック船長ゆかりの建物をメルボルンに持ってこようと考え、現在のフィッツロイガーデンズの中に寸分たがわず再構築したのです。
内部はクックが生きた18世紀当時の家具や調度品で再現されており、まるで当時のイギリスの田舎町にタイムスリップしたような雰囲気を味わえるメルボルンでも非常にユニークな歴史スポットです。このパーセビアランスホテルはフィッツロイのブランズウィックストリートにある歴史ある超有名なパブです。160年間途切れなく営業を続けています。王立展示館とカールトン庭園はオーストラリアのメルボルン中心部の北東にある歴史的文化的に非常に重要なスポットです。2004年にユネスコ世界文化遺産に登録されており、オーストラリアの建築物としては初めて世界遺産に選ばれた場所でもあります。1880年のメルボルン万国博覧会のために建てられました。19世紀後半から20世紀初頭にかけて世界中で巻き起こった万国博覧会運動の華やかな展示館パレス・オブ・インダストリーの中で当時の姿をほぼ完全な状態で留めている世界唯一の建物です。カールトン庭園の敷地内には近代的な建物のメルボルン博物館があります。歴史的な展示館と現代の博物館が一体となった一大文化エリアとなっています。トリケラトプスの実物化石約6700万年前のものです。世界で最も完全な形で発見されたトリケラトプスの骨格化石の一つです。ミュージアム内のマーケットカフェでランチです。通常はコインや書類の中にイラストとして描かれている国章が本物のカンガルーとエミューの剥製、そしてオーストラリアの国花であるワトルの木などを使って立体的に完全表現されています。これは便器の展示でしょうか。ビクトリア国立美術館の入り口にはガラスの壁をさらさらと水が流れ落ちる美しい水のカーテンが迎えてくれます。入り口を入ってすぐに草間彌生さんのかぼちゃがあります。グレートホールには見上げるような高い天井に世界最大級の美しいステンドグラスが一面に広がっており、床に寝転がって光のアートを楽しむことができます。ヨーロッパ、アジア、アメリカ、アフリカなど世界中の美術品が展示されています。ピカソ、モネ、レンブラント、セザンヌなどの世界的な名画や現代アートも展示されています。
NGV のティールームを楽しんでみることにしました。紅茶とスコーンを頼みました。NGV のメインエントランスから出た場合、左に進むとサウスバンクの主要エリアや柳川フリンダーズストリート駅の方向になります。川沿いにはサウスバンクプロムナードという遊歩道があります。柳川です。NGV のレベルから遊歩道のレベルに降りてくるにはこの螺旋階段があります。メルボルンのマーケットはほぼ全部見ました。どのマーケットでもオイスターバーがあり、牡蠣を楽しみました。クッキーモンスターカフェがありました。白い鳥が何かを食べています。またプランマーケットに来ました。ここでラムラックを買いました。骨1本ずつに分けていただきました。この新鮮な人参も購入しました。日本ではあまり見かけないシャロットがとても気に入りました。大きな卵はダチョウの卵です。殻がとても厚そうです。
ムラックを切っていただきカットレットにしていただきましたが、マリネをしています。下茹でしたお野菜をオーブンに入れました。子羊の切り身はフライパンでまず焼きます。その後スチームコンベクションオーブンに入れました。このヘイゲンのミントソースはフルーツも入っていてとても美味しくいただきました。では大ファンです。レシピには1人2本ずつと書いてありましたので、大人は2本、子供は1本という形で用意しました。少し足りない雰囲気でした。朝に天気が良ければ気球が飛んでいるのが見えます。今日はちょっと違います。この黄色い気球はプロポーズの気球でした。結婚してくださいと書いてあります。流れ飛んできた気球はここで着陸しました。今度はプロポーズの気球ではありません。タスマニアンサーモンです。小麦粉をはたいてバターで焼きました。少し茶色がきつくなってしまいました。日本でインスタントのバナナブレッドは手に入りにくいので、ここで試してみることにしました。孫たちも喜んで食べてくれました。電車に乗って郊外にあるダンデンノンマーケットへ行きました。露店で売っているのは中古品でしょうか。屋内の生活用品のコーナーにカーシートがありました。
タンテノンのマーケットで購入したものをご紹介します。人参、ほうれん草、20日大根、大根、インゲン、子羊の足の輪切りのチョップ、豚のスペアリブ、カップケーキ用の敷紙も買いました。乾燥ローズマリー、まずマリネ液を作ります。スペアリブをマリネ液につけます。スチームコンベクションオーブンで焼きます。焼けました。これはニューサウスウェールズ州の州花でもあるワラタです。鮮やかな真っ赤な大輪の花で見た目のインパクトが非常に強い情熱的なお花です。Like and subscribe。ソフィアはメルボルンを拠点に活動するエネルギッシュで才能豊かなフードインスタグラマー、料理人、そしてカルチャーガイドです。